皆様こんにちは、杉田です。今回は8月7日より公式オンラインブティックと一部店舗にて先行発売中、8月14日全国発売、ディオールフォールコレクション2026ラッキークローバーより限定アイシャドウ2色と限定チーク2色をご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。発売前から SNS で大注目だったディオールのクローバーコレクションが先行発売中ということで、今回は限定チーク2色と限定アイシャドウパレット2色のパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗りパレット全色を使ったメイクルックを作って詳しくご紹介していきます。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなコスメの組み合わせ方など深掘りした内容をご紹介していきます。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。ディオールフォールコレクション2026ラッキークローバー。秋の豊かな自然の色彩を思わせるグリーンとローズウッドの大胆なカラーハーモニーのフォールコレクション2026。ご紹介するのはディオールショーサンククルールフォールコレクション2026限定品365チャームドグリーン883ラッキーローズウッド。365チャームドグリーンはクローバーを思わせるパステルグリーンやモスグリーン、ベージュ、ブラウンのアーシーカラーが織りなす洗練されたグリーンハーモニー。883ラッキーローズウッドはミュートなローズピンクやトープ、深みのあるバーガンディ、繊細な輝きを放つラベンダーパールが奏でる優雅なローズウッドハーモニー。ディオールスキンルージュブラッシュフォールコレクション2026限定品849ラッキーピンクシマー889チャームドコーラルシマー。849ラッキーピンクシマーは繊細なゴールドの輝きをまとうシマーなローズピンクと柔らかなベイビーピンクが喜びに満ちたような血色感を与えるピンクハーモニー。889チャームドコーラルシマーは多色ラメがきらめくヌードコーラルと繊細なゴールドシマーがきらめくレッドコーラルでルミナスグローな輝きを放つコーラルハーモニー。それでは数量限定のチークから順にご紹介していきたいと思います。ディオールスキンルージュブラッシュフォールコレクション2026限定品パーソナルカラーにおけると849ラッキーピンクシマーはウルベ夏におすすめ。明るい青みローズにシルバーやピンク、レッドの微細ラメが艶めきます。青み、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとライトサマー、ブライトサマーにおすすめ。889チャームドコーラルシマーはイエベ春におすすめ。黄身の強い鮮やかなコーラルにブルー、ピンク、ゴールドの大粒ラメが散りばめられています。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方、イエベ春全般に使いやすいです。ではそれぞれのカラーを片方ずつに塗って実際のカラーや質感を比較しながらご紹介していきます。まずはこちら側に849のラッキーピンクシマーを塗っていきます。今回は大きめのチークブラシを使って全体を混ぜるように合わせて塗っていきます。肌の上にのせるとこんな感じでかなり淡めのカラーではありますが、一塗りでもきちんとカラーが乗ってくれてディオールのチークの発色の良さが生きています。重ねていくと微細パールとラメがどんどん乗ってこんな感じでハイライトなしでもツヤツヤの頬を楽しめます。はい、まずはこちら側半分に849を塗ってみました。何度かしっかり塗り重ねると見た目通りの青み系の明るいピンクがしっかり発色するのとシルバーのパールが光ってハイライトなしでもツヤツヤな頬を楽しめます。近くで見るとこんな感じです。ベースのピンクはマットに近い質感で
上からシルバーのラメがたっぷり輝くので、ツヤツヤに仕上がりますが、そこまで毛穴目立ちがしないところも使いやすいポイントかなと思います。手元で見た時はもう少し青めに発色するのかなと思いましたが、肌の上にのせると青みの透明感はもちろん、きちんと血色感も与えてくれるようなピンクだったので、可愛らしく仕上がってすごくいい色だなと思います。では反対側には889のチャームドコーラルシマーを塗っていきます。先ほどと同様に全体を大きめのブラシで混ぜて取って、基本の位置からしっかりのせていきます。889はこんな感じで、一塗りでもかなり鮮やかでしっかりカラーがのります。そして中に入っているラメもかなり大粒で多色なので、こんな感じで顔を動かすといろいろな表情の光り方を楽しめます。はい、こちら側には889を塗ってみました。手元で見た時よりも黄身が強すぎなくて、オレンジに寄りすぎない程よい黄身感のコーラルなので、こちらもすごく合わせやすいなと思いました。そして中に入っているピンクやブルーの大粒ラメがしっかり輝くので、角度によって血色感のあるピンクの光や透明感のあるブルーの光など、いろいろなニュアンスを楽しめてものすごく綺麗です。近くで見るとこんな感じです。反対に塗っている849と比較をすると、こちらの889のラメの大粒さがわかりやすいと思います。かなり華やかなラメで特別感のあるメイクを楽しみたい時におすすめです。黄身系の血色感と温かみを感じられるベースと、この上から輝くラメの透明感のバランスがすごく綺麗です。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。どちらも青みに寄りすぎるピンクでも黄身に寄りすぎるコーラルでもないので、肌の色やパーソナルカラーを意識しすぎなくても使いやすいなと思いましたが、自然な血色感と透明感、上品なニュアンスに仕上げたい方は849がおすすめ。華やかなイメージとツヤ感をしっかり楽しみたい方は889が使いやすいんじゃないかなと思います。ではここからは限定アイシャドウをご紹介していきます。まずは365のチャームドグリーンです。365チャームドグリーン。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はイエベ春におすすめ。明るく鮮やかな蛍光イエローに、ブルーに近い寒色系グリーンの大粒ラメがきらめきます。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ブライトスプリング、ビビットスプリングにおすすめ。右上はイエベ春におすすめ。明るく淡いイエローベージュにゴールドの微細ラメがたっぷりきらめきます。黄身、明るさ、淡さが得意な方に使いやすいです。単色塗りならライトスプリング、イエベ春全般のベースやハイライトカラーにもおすすめ。中央はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。黄身に寄りすぎない程よい透明感のライトグリーンにゴールドやシルバーのパールとラメがきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず、淡さ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ライトスプリング、ライトサマー、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。左下はイエベ秋におすすめ。黄身の強い深いカーキに、イエローとゴールドの粒ラメがきらめきます。黄身、深み、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ストロングオータムにおすすめ。右下はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。ニュートラルなブラックに近いダークブラウン。イエローベース、ブルーベース問わず、深みが得意な方に使いやすいです。暖色塗りならディープオータム、ディープウィンター。イエベ秋、ブルベ冬のコントラストを強める締め色にもおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。こちらはパレット見たままのような華やかで鮮やかな蛍光グリーンがしっかりまぶたの上でも発色してくれます。中に入っているラメが寒色寄りのグリーンなので透明感が出てすごく可愛いです。1色目、暖色塗りだとこんな感じです。カラー自体も鮮やかで粉質もしっとりしているので、パレット見たままの色がそのまままぶたの上でも楽しめます。ベースは黄身がかなり強い鮮やかめの蛍光グリーンですが、中に入っているラメがほぼブルーに近いようなかなり寒色寄りのグリーンなので、
さりげなく透明感も演出してくれてとても綺麗です。続いて右上のカラーです。こちらはゴールド系のベージュカラーですね。全体的にグリーン系でまとまっているパレットですが、こういったベーシックカラーも入っているので使いやすいです。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせると黄身のニュアンスをしっかり楽しめるベージュに発色するので、ベーシックなメイクにはもちろん、こういったグリーン系のカラーと組み合わせても負けずにバランスをとってくれるカラーとして活躍してくれそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらは透明感たっぷりの色味と質感で、かなり儚げな印象に仕上がるグリーンです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。ほんのり寒色ニュアンスのグリーンのベースに、シルバーとゴールド、両方の繊細な輝きが楽しめるので、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすい透明感グリーンカラーだなと思います。淡くて柔らかいイメージのグリーンなので、爽やかなニュアンスの夏メイクや、少し明るさを残したい時の秋メイクにも使いやすそうです。続いて左下のカラーです。こちらはこのパレットのグリーンカラーの中で一番深みがあって華やかです。かなり大人っぽい印象に仕上がります。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。かなり深みがあるので、グリーンというよりもカーキに近いような大人っぽいニュアンスのベースに、イエローゴールドの明るく華やかな大粒ラメがキラキラと光っていいアクセントになっています。深みと光の立体感を両立してくれるので、単色塗りでも素敵に仕上がります。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレット唯一のマット質感です。かなり深みがあって、この質もしっとりで発色がいいので、目元にしっかり影をつけたい方におすすめです。5色目、暖色塗りだとこんな感じです。かなり深みが強いブラックに近いようなディープブラウンです。ブラックよりは重すぎないけれど、ブラウンよりはしっかり引き締めてくれる絶妙なバランスが楽しめます。5色目、引きで見るとこんな感じです。それではパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず中央のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。3種類のグリーンが入っているパレットですが、今回はこのニュートラルで儚い印象を楽しめる淡いグリーンをメインに使っていきたいと思います。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目を上げた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。鮮やかな蛍光グリーンも淡いニュートラルグリーンの上に重ねると華やかですが落ち着き感のあるイメージで楽しめます。中に入っている寒色入りグリーンの大粒ラメもいいアクセントになってくれます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。淡いカラーをメインに使っているので、締め色はしっかりのせてメリハリをつけていきます。続いて左下のカラーをブラシに取って、下まぶたのまつげの際にのせていきます。深みのあるグリーンは下まぶたに使って目元の印象をはっきりさせつつ、グリーンのニュアンスも出せていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後に黄身系のベージュカラーで立体感をプラスしていきます。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。見た目のイメージだと鮮やかなグリーン系が揃っているパレットなので少し難しそうに感じる方もいらっしゃると思いますが、全体的に色味が強すぎず柔らかいニュアンスがあったり、寒色寄りの透明感カラーとして楽しめるようなグリーンも入っているので、全色を組み合わせてもこんな感じでしっかりグリーンは楽しめつつ派手な印象になりすぎない馴染みやすいカラーメイクを楽しめます。個人的には今回メインで使った中央のニュートラルな透明感グリーンや下まぶたに使ったカーキ寄りの大人っぽいグリーンがすごく絶妙で好きです。着てみるとこんな感じです。続いては883ラッキーローズウッドをご紹介していきます。883ラッキーローズウッド。
パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ秋、ブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ明るいベージュに、ベージュとシルバーのパールと微細ラメがたっぷり光るツヤカラー。イエローベース、ブルーベース問わず、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドオータム、ミューティッドサマーにおすすめ。右上はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ホワイトに近い淡いピンクのベースに、ブルー、ピンク、ラベンダーの大粒ラメがきらめきます。青み、明るさ、澄んだ色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、ブライトサマーにおすすめ。中央はブルベ夏におすすめ。くすみと深みのあるローズベージュにピンクやゴールドの微細ラメが艶めきます。青み、くすみが得意な方。単色塗りならミューティッドサマー。ブルベ夏全般のベーシックカラーにもおすすめ。左下はイエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだ深みの黄身ピンクにゴールドやピンクの微細ラメがきらめきます。黄身、くすみ、深みが得意な方。イエベ秋全般に使いやすいです。右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。くすみと深みがあるマットバーガンディ。青み、くすみ、深みが得意な方。ブルーベース全般に使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたのに暖色塗りしていきます。1色目、左上のカラーです。こちらはパールの濡れツヤ感と微細なラメの輝き、両方を楽しめるので、パウダーアイシャドウとは思えないほどのツヤツヤ感がすごく綺麗です。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせると、ベースの黄身ニュアンスのベージュは肌に馴染むからか、中に入っているシルバーのパールとラメがしっかり目立って透明感を楽しめます。くすみニュアンスのベースに光の透明感が加わる感じがとても絶妙です。続いて右上のカラーです。こちらはこんな感じで、まぶたの上でも多色のラメがしっかり光ってすごく可愛いです。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとベースのピンクホワイトはしっかり発色するので、一気に明るさと透明感を感じられます。そして中に入っているピンクとブルーのつぶらめも綺麗に見えるので、儚げな印象をプラスするアクセントとして活躍してくれそうです。1色目と2色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらは繊細なパールのツヤと粉質のしっとり感で滲むような発色を楽しめます。今回の限定パレットは粉質もすごく絶妙だなと思います。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。パレットで見るよりも中に入っているピンク系のパールが光るからか、ベージュやブラウンに寄りすぎなくて、程よいニュアンスのローズカラーを楽しめます。深みとくすみが大人っぽさと今っぽさを演出してくれます。続いて左下のカラーです。こちらは反対に塗っている中央のカラーとは対照的に鮮やかめでしっかり色味も楽しめるローズカラーです。こちらもパールの艶めきがすごく綺麗です。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。深みはありますが鮮やかさもあるので、血色感をしっかり楽しめるローズに発色します。反対に塗っている中央のカラーと比較をすると、それぞれのローズニュアンスの違いがわかりやすいと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレット唯一のマット質感です。発色がかなりいいタイプなので、しっかりカラーを強調させたい時に使いやすそうです。5色目、暖色塗りだとこんな感じです。青みよりの高発色なマットバーガンディなので、透明感と秋らしさを両立してくれます。反対に塗っている左下のカラーと比較をすると、こちらの青みニュアンスがよりわかりやすいと思います。5色目、引きで見るとこんな感じです。それではパレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、ワンまぶたのアイホール全体にのせていきます。今回はこの血色感の残る黄身ニュアンスのローズカラーをメインに使っていきます。続いて中央のカラーを指に取って、
上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。くすみニュアンスのローズブラウンを重ねて深みを出していきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にシメールとしてのせていきます。シメールにもカラーを使うことで、このパレットの可愛らしさを出していきます。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたには程よい深みのあるパールツヤカラーを仕込んでいきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後に青みのニュアンスをさらに足して透明感をアップさせていきます。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットはローズとくすみカラーがキーになっていますが、黄み系のローズと青み系のローズ、深みカラーとくすみカラー、そして透明感カラーなど様々なニュアンスが楽しめるので、全色を使っても統一感はありますが、きちんとメリハリのあるそれぞれのカラーが引き立つようなメイクを楽しむことができます。黄み系のローズカラーが入っている効果で、秋らしいピンクメイクを楽しみたい時にも使いやすいです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで先行発売中のディオールフォールコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションはデザインの可愛さももちろんですが、グリーンのアイシャドウは見た目のイメージよりもかなり使いやすく、ピンク系は大人っぽさと可愛らしさを両立したような色出しがすごく絶妙でした。全国発売は8月14日からとなりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。